はい、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は MHW3 ボンバーさんのミニコーヒースケールをレビューしたいと思います。もうすでに何度も使用しておりますが、これだけだとですね、何のスケールかわからないので、この箱を用意しました。で、このようなですね、ミニタイプのコーヒースケールもいろいろな種類が出ていますので、今回は MHW3 ボンバーさんのミニコーヒースケールについて私の目線で気になったところを紹介しようと思います。最初になんでこういうミニコーヒースケールを購入したかですが、こちらのですね、フレアエスプレッソをですね、購入しましたので、この下の台座の部分にですね、収まる約10センチほどのですね、サイズ感のコーヒースケールが必要になったためということになります。こちらももちろんですね、何度も使用しておりますが、きっちりとですね、入る形になります。では、ポイントとなる基本情報や特徴を簡単に紹介しますと、まず基本情報ですけれども、サイズはですね、先ほど説明しました通り、縦が約 10.4 センチ、横もですね、10.4 センチの正方形になりまして、厚みがですね、1.9 センチということで、約2センチですね。で、ちなみにですね、サイズは2種類ありまして、こちらはミニの方ですけれども、もう一回りですね、大きいサイズもあります。で、カラーはですね、ブラックとホワイトの2カラーがあるようなので、部屋の雰囲気に合わせてですね、選べると思います。で、このコーヒースケール自体の重さはですね、個体差があるかとは思いますが、ウェブサイトにはですね、270g とありました。私のものはですね、先ほど測ってみましたところ、278gでしたけれども、誤差程度の違いというものがありました。持ち運びにはですね、影響は少ない重たさかなというふうに思います。で、素材はですね、説明欄にはアルミ合金とか、ステンレス鋼、ABS、シリコンというふうにですね、記載されておりまして、超高級感があるかということは言えませんけれども、ひどい安っぽさというのも個人的にはないかなというふうに思います。あとはですね、リチウム電池の充電式で、乾電池はですね、入れることはできません。にですね、Type-C の、充電ができるようになっております。はい、このあたりのですね、基本情報というのはウェブサイトもご覧いただけたら、いいかなと思います。はい、では次にですね、私が気になった特徴をですね、いくつか説明していきたいと思います。まずですね、電源ボタンを押さなくても 100g 以上のものを置けばですね、勝手に電源が入り、重さを 0g にしてくれるという機能ですね。こちらもよくある機能ですけれども、使いやすいと思います。ちょっと試しにですね、こちらの短波を置いて見ていただきたいと思います。100g 以上のものを置けば、勝手に電源が入って、0g ですね、直してくれるというものになります。で、ここに本来だったら豆を入れたりとかですね、重さを測るものをやればいいかなというふうに思います。これが一つ目になります。で、次がですね、重さの精度というのが、最小が 0.3g 以上から計測しまして、0.1g 単位で計測してくれるということになります。マックスは 2kg まで測れるようです。ではですね、実際にちょっとコーヒー豆を乗せていきまして、スケールの感度とか、計測されるスピードというところをですね、見ていただきたいと思います。はい。では、こちらにですね、コーヒー豆を用意しておりますので、少しずつですね、移していきますので、精度がですね、どれぐらいの重さが変わっていくのかとか、そのスピード感のところをですね、見ていただきたいなと思います。こんな感じでですね、割と重さを瞬時に測ってですね、で細かな 0.1g 単位で測ってくれているのかなという印象ですね。一粒落とせば
0.1g 増えましたので、割と結構きっちりとですね、測ってくれてるんじゃないかなという印象ですね。これが2つ目になります。で、次にですね、ボタンについてなんですけれども、タッチスクリーンでですね、押すというより触れるというふうな感じで反応してくれるものになります。後ろのところにはですね、物理的なこの電源オンオフとか、音の鳴る鳴らないというのはあるんですけれども、この見た目の部分ですね、この部分はタッチで反応するというものになります。そんなに強く押さなくてもですね、すぐに反応してくれるというものになります。またこのボタンについてはですね、この後もちょっと触れていこうかなと思います。でですね、購入前からですね、分かっていたことなんですけれども、この左右のボタンですね、左側が、電源兼ですね、重量のリセットボタンということになります。で、右側の方がですね、タイマーの計測であるとか、一時停止したりといったボタンになるんですね。で、Amazon のレビューなんかにもですね、この左右のボタンが直感的に使いづらいというふうなコメントがあったりするかと思います。それはこの重さを測るところのリセットがですね、この遠い距離の左側のボタンで右側のものを見ないといけないというのが、そういうふうに、言われてるんだと思います。確かにですね、そうだとは思いますけれども、単純にですね、重さを測るだけでしたら、最初にですね、認識さえしてしまえばですね、問題なく使うことはできると思います。で、さらにですね、ボタン絡みでいきますと、私はほとんど使っていないんですけれども、もう一つですね、操作がややこしいものがありまして、それはですね、ウェブサイトにはインテリジェントモードというふうにですね、記載されていますが、付属の説明書にはですね、スマートモードというふうに書かれています。で、このスマートモードにもですね、ハンドドリップとエスプレッソの2種類があります。で、私もですね、なかなか理解できなかったので、今回はですね、このスマートモードのエスプレッソの操作をですね、実際に解説してみようかなというふうに思います。要するにですね、何ができるかというと、事前準備が必要ですけれども、エスプレッソが落ちてくると自動的にタイマーが作動し、エスプレッソの抽出時間と抽出量がわかるというものと、あとはですね、粉量に対して何グラム抽出したのかという割合がですね、わかるという機能になります。では、試していきたいと思います。では最初にですね、電源ボタンを押して入れていきます。で、電源を入れた後にですね、電源ボタンをダブルクリックですね。こうすると、ここに水滴のマークがつきます。この水滴のマークがですね、スマートモードというモードになりましたよということになります。で、ここにですね、まずコーヒーの粉をですね、入れる容器を置きますと。これは例えばポルタフィルターなんかでもいいと思いますし、何か別の、グラインダーに入れる前の容器というふうに考えていただければと思います。で、これを乗せるとこの重さが測られてしまいますので、一旦電源ボタンでリセットをします。0になりました。で、この状態でですね、今回の粉の量ですね、豆の量を入れていきます。ここにちょっと多いですね。今回想定では 15g にしたいと思います。ちょっと一つ多かったので、今 15g になったというふうにお考えください。これで、重量をですね、計測できたということになりますので、T ボタンを押します。で、この上のものをどけます。するともう記録されて、この水滴マークが点滅された状態ということになりますので、今度はエスプレッソのですね、抽出台に乗せたというふうに想定してください。これは移動することが可能です。このようにエスプレッソ台に乗せたとお考えください。で、その状態でエスプレッソ台に乗せてカップを乗せていきますと。で、このカップに乗せたものは自動的に0に切り替わりますので、エスプレッソを抽出していきます。で、今回エスプレッソの代わりにこの
お水をですね、注いでいきます。で、先ほど豆が 15g だったことを覚えておいてください。で、こちらの水は一応先ほど計測したものでいくと 45g あるはずです。では入れていきます。今ちょうど 45.1 ですけれども、約 45g 入りましたという状態です。で、入れたと同時にタイマーが計測されて測っている時間が、抽出している時間が確認できるというものです。で、これはまた後ほど説明しますが、抽出が終わってもですね、つまり重さが変わらなくなってもタイマーが止まらないというのは、ちょっとこちらは、というふうに思うところになります。これでカップをどかしてみます。それとこちらをですね、ご覧ください。1対3ということですね。先ほど粉が、豆が 15g に対してエスプレッソが45ということで、1対3の割合ですということをですね、表しております。もともと 15g でしたよということですね。ここまでの今の切り替わりがですね、発生します。で、何秒で、どれぐらいの量を抽出したのか。先ほど確か、20秒ぐらいでしたね。20秒ちょっとと、液体が 45g、抽出したよというふうな情報が表示されるということになります。はい。でですね、この機能についてはですね、割合というのは私はそこまで知りたい情報ではないという点と、抽出時間と抽出量は知りたいんですけれども、エスプレッソの抽出をですね、止めても、このタイマーが動作がですね、し続けて自動的に止まるわけではないということのようですので、グラスとかカップをですね、どかさないといけないというのが、少しですね、かゆいところに手が届かない感じかなというふうに思います。これだけのですね、操作をするというのが、正直ですね、私は面倒に感じてしまいます。あとですね、些細なことなんですけれども、こちらのシリコンパッドにですね、実は絵が描いてあります。見えますでしょうか。ポルターフィルターの絵が描いてあります。つまりこちらにですね、ポルターフィルターを載せて、で、計測できますよということになります。ただですね、これもポルターフィルターによってなんですけれども、私が所有しているこちらの、金属のものですね。こちらの場合ですと、見づらいかもしれませんが、だいぶですね、重たいですので、シリコンのところがちょっとヘタッとなってしまいます。なので、あんまり重たいものはですね、乗せることができないかなと思います。あとは、フレアエスプレッソのですね、こちらの、木のハンドルでできているもの、こちらであれば、ギリギリ耐えることができるかなと思います。なので、木とか、プラスチックのようなですね、軽い素材のものであればですね、大丈夫だと思います。これはシリコン製なので仕方のないことかなというふうに思います。最後はですね、私の中でついていて欲しかった機能として、音を消せるということになります。もちろんですね、他のブランドのコーヒースケールも検討はしていましたけれども、音がですね、消す機能がないものがあったりしたんですが、エスプレッソを作る過程の中で、電子音がピーピー鳴るのも個人的には好みではありませんので、こちらにしてよかったかなというふうに思っています。実際のですね、電子音のところについては、裏側に物理スイッチがありまして、オンとオフをですね、切り替えることができます。こちらですね。オフかな。はい、オンにすると、今ピッと鳴ったかと思いますけれども、こういったですね、電子音を鳴らすこともできます。ただ、こういった音をですね、鳴るのはあまり好きではありませんので、こちらをですね、真ん中にしておくことで音を消すことができるというものになります。私の中で非常にポイントが高いところになっております。はい、いかがだったでしょうか。いろいろとポイントをお話ししてきましたが、総評としてはですね、私は満足しています。もっと質感や精度を求めている方は、もっとより良いものをですね、求めるのもありですし、私は見た目もですね、普通には良いかなというふうに思っています。また、Amazon でですね、セールもたびたびやっていますし、紹介したぐらいのですね、測りの精度とスピードというものを持っていますし、あるいはですね、ミニサイズで消音ができるものをお探しということであれば、検討してみてもいいかもしれません。私が思う改善点を挙げると、
スマートモードの中でハンドドリップ用とエスプレッソ用があるならば、エスプレッソ用だけでもですね、抽出が終わって、重さの検知が止まればタイマーも自動停止する機能や、操作性と見た目のバランスはトレードオフなのかもしれませんが、タッチスクリーンでのダブルクリックというのがですね、少しやりにくく感じますので、ボタンの数を増やして、ワンタッチで設定できるなど、改良がですね、加わると嬉しいかなというふうに思います。で、実はですね、今回紹介した、バージョンがですね、こちらにも言います通り、2.0 というふうにですね、なっていますので、もしかしたらバージョンアップするかもしれませんので、3.0 に期待ですね。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。コーヒー好きの方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。